スンナ派とシーア派での指導者選出方法の違い。イントロダクション。イスラム教の二大分派であるスンナ派とシーア派。この二つの派閥の大きな違いの一つが、指導者の選出方法です。今回は、スンダモンと四国メタンが、その違いについて詳しく解説していきます。指導者選出の基本的な考え方。スンナ派とシーア派で指導者の選び方が違うって本当なのだ。そうなの。この違いは預言者ムハンマドが632年に亡くなった時から始まったの。当時ムハンマドは後継者を明確に指名していなかったから、イスラム共同体は大きな課題に直面したの。この問題は後継者問題として知られているのよ。どんな違いがあるのだ。スンナ派は共同体から指導者を選ぶ方式を採用したのに対して、シーア派はムハンマドの血筋を引く人物が指導者になるべきだと主張したの。この考え方の違いがその後のイスラム教の歴史に大きな影響を与えることになったの。特に初期イスラム教における政治的宗教的な対立の主要な原因になったのよ。スンナ派の指導者選出方法。スンナ派はどうやって指導者を選ぶのだ。スンナ派では能力と信仰の深さを重視して指導者を選出するの。共同体の中から適切な人物を選ぶという考え方なの。この方式はシューラーと呼ばれて、イスラム法の大切な原則の一つなのよ。なるほど。みんなで選ぶってことなのだな。でも具体的にはどうやって決めるのだ。伝統的にはイスラム共同体の有力者や学者たちによる合議を通じて選出されるの。この過程では候補者の資質や実績、それから共同体への貢献度が慎重に評価されるの。実際ムハンマドの死後、彼の親友であるアブーバクルが初代カリフとして選ばれたの。これがスンナ派の始まりになったの。その後ウマル、ウスマーン、アリと続く正統カリフ時代が確立されたの。この時代はイスラム教の黄金期として知られているのよ。シーア派の指導者選出方法。じゃあシーア派はどうやって選ぶのだ。シーア派は全く違う考え方を持っているの。彼らはムハンマドの血筋を引く者だけが正当な指導者になれると考えているのよ。筋が大事なのだな。具体的には誰が選ばれるのだ。特にムハンマドのいとこであり婿でもあるアリとその子孫たちが正当な指導者として認められているの。シーア派ではイマームは単なる政治的指導者じゃなく、神の導きを受けた精神的指導者としても崇拝されているの。今の主流派である12イマーム派では、アリから始まる12人のイマームを認めているの。彼らは神からの特別な知識と導きを受けていると考えられているのよ。まとめ。スンナ派とシーア派の指導者選出方法の違いは、イスラム教における重要な分岐点となりました。スンナ派は共同体による選出を重視し、能力と信仰に基づいて指導者を選びます。一方、シーア派は預言者の血筋による継承を重視し、指導者を神から選ばれた存在として位置づけています。この違いは、それぞれの派の思想や信仰のあり方に、大きな影響を与え、現代のイスラム世界の多様性を生み出す、一因となっています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。